こんにちは。ボルデュールサロンヨーカです。今回はクロスターブロックの糸継ぎについてお話ししたいと思います。前回の動画で直線的に刺していくクロスターブロックのお話をしたんですけれども、その飛び飛びのクロスターブロックを刺していく途中でどうしても糸継ぎをしなければいけなくなった場合、どうしたらよいのでしょうかというご質問をいただきました。なので今回はそのやり方を実際にやっていってみたいと思います。で、その前にまずこちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、これね、すべて同じ飛び飛びクロスターブロックに見えますよね。ここに1本2本3本4本とこう飛び飛びクロスターブロックをこう刺してあるんですけれども、これ見た目全部同じです。どの飛び飛びクロスターブロックも布の1目から出て、で5目に入るストレートステッチをこう5本刺して、で穴を123とこう3つ開けて、また同じようにクロスターブロックをこう刺していく、この繰り返しになっています。でね、この表からすべて同じように見えるこの飛び飛びクロスターブロック、ちょっとねこれ裏側をこう見ていただきたいので、これねちょっと裏返してみますね。これね、この4本すべて違う方法で刺しているんですけれども、その違いがお分かりになりますでしょうか。まず一番左側からお話ししたいと思うんですけれども、このラインは1本の糸で最初からこう最後まで刺し切っています。いわゆる糸継ぎは一切していない飛び飛びクロスターブロックです。このように理想的なのは糸継ぎなしで仕上げる飛び飛びクロスターブロックなんですけれども、まあそうは言ってもデザインによってはどうしても途中で糸継ぎをしないといけなくなる場合があります。で、そういう場合なんですけれども、一般的にはこの左から2番目のこの刺し方になってしまうんですけれども、これね、下からこう刺してきて、でここで通常のクロスターブロックの糸止めをします。でここの次のブロックからまた新たな糸で刺し始めることになるんですけれども、この方法だとここですね、斜めの線が消えてしまうことになるので、こう全体を見た時にここでこの糸の流れが途切れてしまって、あんまり見た目が美しくないんですね。というわけで、この斜めの線をなくさないようにするには、こういうところ、このブロックの途中で糸継ぎをする必要が出てきます。なのでここのラインですね、ここはこういうブロック途中で糸始末をして、その後新たな糸でこう継いで刺し始めるということをやってます。これもねこう下から刺していって、でここですね、こう1本目から
2本目にかけて通常のクロスターブロックの糸始末のやり方で古い方の糸を処理して、で3本目から4本目にかけて新しい糸で刺し始めているんですけれども、これねご覧いただくとなんかねあんまり綺麗じゃないですよね。ここで途中でなんとなく隙間が空いてしまって、あとこことここで糸始末をしてるんですけれども、糸始末したところも微妙にゴロッとした感じになってしまうんですね。見た目の悪さもそうなんですけれども、とびとびクロスターブロックの裏側ってこうやってご覧いただくとお分かりになるかと思うんですけれども、刺繍糸が4本なんですね。なのでそのうちのこの2本2本で糸始末をすると始末した糸がとっても不安定になってほどけやすくなってしまうんですね。でこの方法はあんまりよろしくないので、こうやってブロック内で糸継ぎをする場合にはここのライン一番右側のやり方がベストかなと思っています。でね、この一番右側なんですけれども、パッと見どこで糸継ぎをしているかお分かりになりますでしょうか。こういうところのブロック内で糸継ぎをしているんですけれども、多分ねとっても分かりにくくなってるかと思うんですけれども、ここで糸継ぎをしています。ここも先ほどのこっちと同じようにブロック内で糸継ぎをしてるんですね。でも先ほどのものとこっち同じようにブロック内で糸継ぎをしていても見た目が全く違いますよね。明らかにこの右側の方が美しいと思うんですけれども、この刺し方ね今からちょっとやっていってみたいと思います。
こうパッと見どこで糸継ぎをしたのか分かりにくくなりますし、全体の糸の流れも規則的に続いていきます。これね、同じ色の糸だと本当にどこで糸継ぎをしたのか分からなくなりますのでおすすめです。ほんのちょっとしたことなんですけれども、少しだけ手間暇をかけると裏側もこうぐんと美しくなりますので、とびとびクロスターブロックの裏側をきれいに見せたいという方は是非お試しください。特にカフェカーテンなどでとびとびクロスターブロックを使う場合には光に透けるので裏側も結構目立つんですね。なので糸継ぎには気を使うようにするとこう作品がより美しくなりますので、ちょっとだけ手間暇をかけていただくといいかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。